の声です。僕は今新潟に来ています。目の前大きく新潟の文字が見えてますが、こっちの左手に見えているのが新潟駅ですね。僕のチャンネルでは初めてこの豊かな自然、美味しい食べ物、歴史と文化が調和した魅力的な観光地である新潟をお届けしていきます。実は僕は新潟に住んでたことがあるんですけど、ただ住んでいたのは上越地方で、ここ下越中越あたりはそこまで詳しくはないんですよね。で、新潟駅前こんな感じでかなり新しくなっていて、まだこれ改修工事が全部完了してないですね。この辺り工事が進んでいて、政令指定都市の中ではかなりの規模を誇る新潟市、人口は約80万人いるということでね、平日ですがこの裏側が繁華街で結構賑わってます。今見ていた駅の裏側、ここが磐梯エリアというところで、新潟市の繁華街になりますね。飲食店や奥の方には磐梯シティと呼ばれるエリアにデパートとかもたくさんあって、ここに来れば基本的に新潟では何でも揃うっていう感じですかね。で、明日からがっつり観光する予定なんですけど、今日福岡から夜便で到着して、せっかくなんでね、美味しいお魚でも食べようかな。新潟もグルメが本当にたくさんある魅力的な街で、正直1日2日じゃ満喫しきれないところではあるんですけどね。今回は新潟市中心というよりは中越の方中心になるとは思うんですけど、いつかねこの辺りのグルメ特集の動画とかも撮りたいですよね。ちょっと歩いたところにあったここの駅前、運目魚が食いてっていうお店が美味しいって聞いたんで行ってみようと思います。一人でも入りやすいらしいんですよね。カウンターとかがあって、はい、で中入ってメニューはこんな感じで、お刺身 3.5 点、あとは右手にはお寿司もありますね。これも上におまかせ握りとかで、次のページはサイドメニューで、箸休め一番左、真ん中にサラダ、右手に焼き物、全部うまそう。揚げ物も気になりますね。これ左手にたくさんあるけど、オリジナルメニューとか、あとはお茶漬けも。ここには本日のおすすめですね。いや、何人かで来てこれシェアしたくなるような充実したラインナップ。上を見るとこんな感じで日本酒のメニューがたくさん並んでます。普通にどうせつかないだろうなと思ったからそうなんて言ったし。ありがとうございます。日本酒はこの弥彦を注文してみました。明日弥彦神社行くんでね。お刺身の3点盛り頼んでみました。上からブリ、スズキ、サワラです。今日はこれ身がめっちゃでかくてうまそう。盛り付けも丁寧ですね。で、手前側にお通しと、これがカニ味噌きゅうりですね。注文してみました。漁師汁もやってきました。中にお魚もちょっと入ってます。お寿司もおすすめ5貫頼んでみました。左上からスズキ、ブリ、マダイ、レンコダイ、ネギトロっていう風に言ってましたね。そしてもう1個、目光の天ぷらも頼んでみました。揚げたてうまそう。いや、ちょっと初日からこれ贅沢しすぎですね。まずはお通しを。上にちょっと高菜のような漬物が乗っててうまい。うまいね。お通しからクオリティが高い。さあ、ではブリいただきます。これめちゃくちゃいい色してる。うまそう。油の乗り具合がすごい。めちゃくちゃうまいよこれ。いや、もうこれ見た目で霜が降りまくってるのがよくわかりますよね。身もでかいし、新潟の港直送なんで鮮度も抜群だわ。次はスズキいきます。さっきのブリはジューシーでしたけど、スズキは淡白な味わい。これもいいね。次、サワラいただきます。いや、サワラうまい。これ表面の皮の部分がちょっと炙られてるから香ばしい香りがたまんないですね。個人的にはこれが一番好きかも。ブリはめっちゃジューシーだったけど、これは程よいジューシーさがあります。サワラ激うまだ。これは弥彦いただきます。日本酒、新潟といえばお酒ですね。いや、うまっ。
やっぱ新潟の日本酒めちゃくちゃうまいな。さすが日本一の米どころだ。これすっきりとした甘みがあってめちゃくちゃ飲みやすいですね。後味さっぱり、程よいほんのりと辛みもある感じ。激うま。日本酒もうまいし刺身も絶品。漁師汁、味噌汁ですね。これもお魚の出汁が染み込みまくってめっちゃうまいんだけど、うまっ。今まで飲んだ味噌汁の中でもトップクラスにうまいじゃん。これ350円ってめっちゃ安いな。カニ味噌きゅうり、いやー濃厚なカニ味噌たっぷりついてます。これも日本酒がめっちゃ合うわ。やばいな、初日から新潟。さあメヒカリ揚げたてをいただいちゃいます。手前側に塩があるんでつけて、揚げたてサクサクでうまい。メヒカリこれ身がめちゃくちゃでかいよ。これ苦味もほとんどなくてね、しっかり淡白なこのメヒカリの凝縮された身を堪能できますね。さあお寿司はお作りにないやつをちょっと食べようかな。これがマダイですね。わさびが結構効いてる。でもタイがしっかり甘み発しててうまいですね。ちょっとわさび効きすぎてても。でこれがレンコダイ、ちょっとそんな感じのこと言ってたと思うんですけど、食べたことないです。皮がしっかりついてて絶対甘いとこだこれ。レンコダイうまいですね。なんか普通のタイよりこっちの方がより甘みがあるような気がする。いやお寿司もうまいな。ネギトロうまっ、トロットロだネギトロ。いや外れが一つもないわ。いやさすが新潟、お刺身めちゃくちゃうまいですね。知ってはいたけど、いやでも住んでたのがね結構若い時だからそんなに、ね、お寿司がっつり食べるお金もなかったんで、ね、大人になってこうやってやってきたら改めて新潟のこの海鮮は最高ですね。日本酒が進む。いつもより飲むスピードは速いですね。やばい、初日から最上級を味わっちゃったかもしれない。これうますぎる全部。いやーうまかった。一人でも行きやすいしメニューもたくさんあるし、また来たいですね。まだもう少しだけお腹入りそうなんで、締めに豚骨ラーメンいただきます。シンプルな豚骨ラーメン710円注文しました。粉落としで。だから十日町の小島駅。めっちゃうまい。これは締めに最適だ。なんか新潟に豚骨ラーメン文化を定着させた店って書いてましたね。新潟は確か全国の中でもトップクラスに人口1人当たりのラーメンの店舗数が多いんじゃなかったですかね。福岡に住んでる僕が食べても美味しいですよ。長野の須坂をイメージするんだけど、お家で分かる。でこれは別日なんですけど、せっかくなんで新潟駅前で初めての新潟旅行で食べておきたいものをざっと紹介しておきますね。まず1つ目がこの青島食堂ですね。生姜が効いた醤油ベースのスープが特徴的で、濃厚な醤油の香ばしさと生姜のほのかな辛みが絶妙なバランスで絶品です。あっさりしつつもコクがあって最後まで飲み干したくなる味わいなんですよね。チャーシューは柔らかくてスープの味をしっかり吸い込んでいますし、メンマ、海苔、ほうれん草などがシンプルに添えられていて、全体的に本当にバランスのいい見た目と味です。本当に絶妙な生姜が最高なんですよ。そして次にバンダイバスセンターにあるカレーですね。こんな感じでバスセンター前で多くの人で賑わっているんですけど、安い早いうまい立ち食いのそばうどんカレーを提供しているお店です。このカレーが新潟 B 級グルメの代表格の名物なんですよね。たったの540円でこれ普通サイズでも十分な量があります。鮮やかな黄色いカレーソースが特徴的で、スパイシーながらもどこか懐かしい家庭的な味わいですね。とろっとしたルーがご飯とよく絡んで、リーズナブルな価格でお野菜もお肉もたっぷり入っててお得感もあります。これも気軽に新潟に来たらぜひ食べておきたい代表的なグルメですね。
そして最後に新潟駅の中にあるポンシュ館というところも絶対に訪れたいスポットの一つです。たくさんの新潟のお土産が売られている施設の中に利き酒番所という試飲専用のスペースがあって、約90種類以上の新潟の地酒を楽しめます。500円で専用のコインを5枚購入して好きな日本酒を1杯ずつ試飲できるシステムになってます。ここで自分のお気に入りの日本酒を見つけてお土産として持って帰るっていうのも新潟旅行の楽しみ方の一つですね。駅の中にあるんでフラッと気軽に立ち寄ってみるといいと思います。はい、翌朝です。泊まっていたコンフォートホテル新潟駅前をチェックアウトしました。駅近なのに5000円台で泊まれてかなりコスパが良かったですね。昨日の夜は賑わっていた新潟駅前のバンダイエリア、朝は静寂に包まれてますね。さっきのホテル朝食無料でついてたんですけど、ちょっと起きるのが遅くて朝ごはん食べそびれたんで、駅前のこのオセオ弁天というところの気になるカフェに行きます。すごいな、これワンコイン500円で好きなサンドイッチとホットコーヒー M サイズのサービス、朝の時間帯やってますね。朝じゃなくてもかなりそそられるメニューがこんな感じでたくさん並んでますね。朝食といったらこの卵サンドを普通は頼むと思うんですけど、僕フルーツサンドが大好きなんで、これ美味しそうだからこっちを注文しちゃいました。で出てきたのがこんな感じで、真ん中のサンドされた部分が生クリームで思いっきり膨れ上がっていて、この見えてる部分以外にも中にフルーツがぎっしり詰まっていて、これは美味しいですね。駅近で気軽に立ち寄りやすい立地も魅力的ですし、お店の中では無料 Wi-Fi もあってコンセントもあって、いろんな使い方ができるおすすめのカフェの一つですね。はい、ご飯食べてこれからレンタカーを借りて長岡方面寺泊というところに海鮮市場があるみたいなんで行ってみます。はい、到着しました。寺泊魚の市場通り、ここは通称魚のアメ横と言われるぐらいたくさんの人たちで賑わっている美味しい海産物をたくさんいただける場所ですね。ここの一本道だけなんですけど、奥の方までずらっと魅力的なお店が連なってます。ちなみに駐車場はこっち側左手にたくさんありますね。今日は平日なんでマシだとは思いますけど、休日だったらこの辺りの駐車場も満車になってもっと多くの人で賑わうんでしょうね。九州に住んでいる僕はこんな魅力的な場所が新潟にあったとは全然知らなかったんですけど、歴史は古く、起源は奈良時代に遡るとされていて、古くからこの辺りが日本海の要所として栄え、漁業や海運が盛んに行われていたんですね。うわー、これ市場の中入ってきたんだけど、すごいね。こんなでっかい天然ブリが1500円。観光客だけじゃなくて地元の人もこれだったら買いに来るでしょうね、たくさん。うわ、ほらカニも販売されてますね、この辺。こんな感じで食堂も中にある感じなんですね。美味しそうな海鮮丼が並んでて、カニはこれお土産で送ったりすることができるのかな。市場といったら串焼きですね。美味しそうなイカとか焼き鳥も売ってるし、これは赤魚、サバ、丸焼き、めちゃでかい川魚もあるんですね。のどぐろ。新潟は魅力的なお酒、日本酒もたくさんあるんで、こんな感じでお酒を買うことができるところもありますね。当然お土産売り場もこんな感じでありますね。たくさん。あそこの上ラーメンって書いてますけど、ラーメン王国新潟はこれ4大ラーメンっていうのがあるんですね。新潟地区が濃厚味噌で、長岡が生姜醤油、青島食堂みたいなやつかな。燕三条が背脂が入って、あと海苔とかもね入ってるラーメンですよね。もう一個新潟地区にあっさり醤油っていうのもあるのか。同じ県内にこんなたくさんの種類のラーメンがあるっていうのもすごいですよね。ラーメン屋巡りもしたいな、新潟。
こっちの方繁盛してますけど、新潟名物笹団子が販売されてるんですね。飛ぶように売れてます。ここのお店に有名なものがあるんで、ちょっといただこうと思います。目の前ですね、この番屋汁ってやつ、たくさんの海産物が詰まった汁で1杯200円、めちゃ安い。で、粒貝とかのってですね、いただきますね。焼きたてを。イカやホタテや牡蠣もいただきで、しかも料金も結構良心的ですね。で、こんな感じでお寿司もたくさん販売されていて、ネギトロ巻きが350円とか、奥の方もちょっと気になるな、これ。うわ、この辺はちょっと小ぶりの丼だけど、めっちゃ具がたくさん入ってていいっすね。食べ歩きだとこれぐらいのサイズ感だと助かるっていう考えもできますけどね。ウニイクラ丼とか、これ4色丼、うまそう。ウニイクラエビネギトロ、お寿司もありますね。スルメイカにアジ、そして佐渡のサーモンで、この辺にはお寿司おすすめ盛り。これめっちゃ安いですね。こんなにいっぱい入ってるのに950円で、あとはこっちの方にも、いやこれでも買ってぐらいありますね。中トロ入りの10貫1300円とか、これはすごい、朝から営業されていて夕方まで空いてるんですけどね、なくなってもたくさん補充してくれるみたいでね、お昼に来てもまだまだたくさん楽しめます。こっちの方にはお作りの盛り合わせとかもありますね。そしてこれを買っちゃいました。大トロ、中トロ、本マグロ全部入って10貫1500円です。お店とかで食べるとね、その値段では済まないでしょうから、これはなんと贅沢なお寿司の盛り合わせ。そしてこれが番屋汁ですね。200円で、めちゃくちゃこれ器でかいですからね。で、中にはたくさんの魚介ですね、アラが入っていて、多分これは出汁が出まくってるんだろうな。いやー、うまそう。まずはこの番屋汁ってやつ。出汁が出まくっててうまい。魚の出汁が出まくってる。で、中に入ってる魚もちょっとこう身もねついてるんで、これでポロポロですよ。さあ、お寿司いっちゃいます。ブリかな、これは。身がでっか。脂がしっかり乗っててジューシーなブリ、うますぎる。めっちゃ新鮮だこれ。そしてウニいっちゃいます。ウニもこれ甘みがしっかりあって臭みがないっすね。ここは新潟の中でも代表的な観光地だと思うんですけどね、観光地化されると味がいまいちになるとか結構あるあるだと思うんですけど、そんなことは当然ないですね。やっぱり長い歴史を持つ市場なだけあって。いくら、も身がでかいとプチプチ食感最高。そして中トロです。いや、とろけていく。中トロめっちゃうまいなこれ。普段はもうお寿司屋さんとかだとね、中トロ大トロはちょっと値段的に厳しいなって思ってね、注文しないことも多々あるんですけど、1500円でこのコーヒーなお寿司を食べられるのはいいですね。バンヤ汁と合うこと合うこと。マイクつけてなくてね、全然音がちゃんと入ってなくて聞こえにくかったと思います。ちゃんと仕事やれよ。もうお寿司に夢中でサボってますね。いきます。メインの大トロ。うますぎる。トロットロだわ。さすが大トロ。これは新潟優勝ですね。昨日の夜に引き続き海産物うますぎる。新潟優勝って言いましたけどね、今週末サッカールヴァンカップ、アルビレックス新潟が名古屋グランパスと対戦してクラブ史上初のタイトルをかけて戦うんですけどね、実は僕それ見に行くんですよ。それを東京で見に行くついでにせっかくだから新潟に行こうと思ってやってきました。海産物も優勝、サッカーも優勝できることを願ってます。愛してる新潟ですね。次はここのお店で焼き物食べようかな。
ここにも串焼きがたくさんありますけど、あそこの奥にあるかきバター醤油ホタテサザエとか気になるな。はい、牡蠣にホタテもありますんでね、いかがでしょうか。うわ、これカニ汁100円ってやばいな。100円だったら頼んじゃおう。そして新潟名物の笹団子もここ食べれるから1個食べようかな。はい、こんな感じで焼き牡蠣カニ汁笹団子いただきます。はい、いただきます。牡蠣はね、すごいもうこれ食べやすいように爪楊枝まで準備してくれますね。いや、焼きたて熱々ですね。うまい。シンプルな間違いない味わい。そしてカニ汁、カニの出汁が出まくってるな。いやー、これを100円でいただける場所なんて日本中探してもないんじゃないですかね。いやー、最高。そして笹団子もいただきます。もちもち食感にこのよもぎと笹の香り、そして中の小豆、間違いない美味しさですね。いやー、美味しかったですね。まだまだたくさん食べたいものあったんですけど、1回じゃさすがに満喫しきれませんね。また来ます。はい、そしてやってきました。弥彦神社です。新潟県の中でもとっても有名な観光地の一つですね。ここは雨の神山の御事をお祭りしている神社になっていて、ここ越後の国の地域の人たちを助けたり、農業やものづくりを教えたりしたと言われていて、地元の人たちに愛されている神社ですね。ここには弥彦神社、上には迷信大社越後一宮っていう風に書いてますね。迷信大社っていうのは、全国の神社では小社大社とあって、小社は比較的小さい神社で、大社と呼ばれるのは大きな神社。その大社の中でもより由緒正しいというのが全国的に有名な認められた神社は迷信大社というふうに位置づけられてますね。僕の動画で行ったところだと、例えば宇佐神宮とか、出雲大社とかもそうですね。で、今目の前に見えているこれが一の鳥居ですね。ここの弥彦神社は両部鳥居という形式の鳥居で、4本の稚児柱の支えて親柱が6センチほど浮いてるっていう風に書いてるんですけど、これどういうことかっていうと、ここの鳥居の横の部分ですね。これ真ん中の部分がこんな感じでちょっと浮いてるんですよね。ここの越後の国は雪が本当にたくさん降るところで、こういう木とかも傷みやすいので、その傷みを和らげるためにこういう風な構造になってるみたいです。わあ、これ入った瞬間すごい神聖な空気が流れてるこっちの右手のこの綺麗に補正された砂利道と左右のまっすぐ立つ木がとっても綺麗ですね。そしていきなりここ橋があって、川がこんな感じで流れてるんですけど、奥の方に有名なものが見えてますね。あそこに赤い橋が見えてるんですけどね、すごい形をしてますよね。ぐいっと湾曲された作りになっていて、あれはちょっと歩くのが大変じゃないのかっていう風に見た感じ思いますけど、ちょっと近づいて見てみると、これですね。うわ、なんと立派な作り。屋根も上にしっかりとついていて、どう考えたってこれは人が渡れるような作りの橋ではないですよね。これは神様しか渡ることのできない橋になってます、人間が渡るって言ってもなんか筋肉番付の番組で使われそうなレベルのね、この傾斜が急な坂になってるんで、ルールとしても渡ることはできませんし、物理的にも人間が渡るもんじゃないですね。でも大丈夫です。奥の方にはちゃんと平坦な朱色と緑のコントラストが綺麗な橋がかかってますね。あそこは人も渡れます。今正面見えてる方角から入ってきて、中にずっとまっすぐ進んできて、左手に曲がったところからこっち拝殿本殿がある方面ですね。この辺りはなんか作りは宇佐神宮と一緒ですね。入って左手に進んでいく感じ。宇佐神宮の時もそうだったんですけど、やっぱこの鳥居をくぐって先に進んでいく道が本当に神聖な空気感に溢れてますよね。この左右の大きな木々、奥に見えているあれが弥彦山ですかね。神社はこういう雄大な山に多く見られるということでね、
日本では山は古くから神聖な場所とされて山岳信仰が広く行われてきました。山は天に近い場所であって神々が降りてくる場所と考えられていたわけですね。でここの立派な門をくぐっていった先が拝殿ですね。参拝者が願いを込める神聖な場所である拝殿。美しい木の彫刻や丁寧に手入れされた屋根のデザインは建物の力強さを象徴しています。古くから越後の人たちにとって生活や心の支えとなってきた大切な存在で、地域の豊穣や安全を祈る儀式が今も続けられていて、地元の人たちの生活と深く結びついています。ちなみにこの拝殿の後ろの弥彦山、今のここ真ん中あたりにロープウェイがありますね。このロープウェイで上に登って素晴らしい眺望を見渡すこともできるみたいですね。今10月末なんですけど、11月になるとこれ紅葉の景色もとっても綺麗そうですね。はい、そしてもう一つ行っておきたい場所がここにある津軽の火の玉石っていう風に書いてます。重い軽いの石、こっちの奥の方に進んでいったところになんか左手にもすごい印象的な創立50周年記念碑ってありますけどね。米どころ新潟らしいオブですね、これは。でこれですね、願い事をしながら持ち上げてみて、思った以上に軽かったら願いが叶う、重かったら願いは叶わないっていう風に言われてるそうです。どっちかをこれ持ち上げるってことですよね。ちょっとやってみましょうか。でも思ったより軽かったら願い叶うんです。この石はめちゃくちゃ重くて1トンぐらいあって絶対に持ち上がらないみたいな風に思って持ち上げれば、願いは叶いやすいってことなんですかね。よし、いくぞ。重たい重たい。実際にこれ1トンぐらいあるんじゃないかってくらい重かったっす。やっぱ簡単には願いは叶いませんね。まだまだ僕みたいな若造にはね、もっと頑張れよと神様が言ってます。簡単じゃないですね、人生は。はい、で外に出てきた目の前、この辺りにはいくつか商業施設とかも立ち並んでいるんですよね。なんかせっかくだからいただこうかな。ここの和カフェにある、これ気になりますね、伊谷彦米ソフトクリーム。ガンジー牛と伊谷彦米、お米をペーストして作ったソフトクリームっていう風に書いてますね。伊谷彦米ソフト注文しました。これお米のパフが表面についてるんですね。うまいっすね。ガンジー牛のミルクな濃厚な旨味はもちろん、このサクッとしたお米のパフがすごいいいアクセントになってますね。濃厚ミルクが強いけど、お米本来のこの自然由来の甘みもちょっと口に広がる感じかな。これも新潟らしいスイーツでうまい。はい、今日泊まるお宿到着です。海風亭寺泊日本海。ここがさっきの寺泊の市場の近くにあるお宿で、ランチも1時から14時の間営業していて、美味しい海鮮いただけるみたいなんですけど、今回は宿泊でやってきました。夕食もかなり豪華みたいなんで楽しみ。入り口はこんな感じで、右手のところにレストラン会場が見えてますね。あそこでご飯をいただくということで、海の見えるカニと生き魚料理の宿って書いてます。はい、中に入ってきて、今正面にフロントが見えてます。でこっち側には売店もありますね。結構たくさんお土産置かれていて、奥の方までもういい感じですね。ここにはお風呂上がりに美味しそうな、これはお宿のオリジナルのアイスですかね。笹川流れの塩アイスって書いてます。あとはこの辺なんか越後姫って書いてますし、新食感寺泊アイスってやつがあるんですね。お菓子屋さんのこれアイスなんだ。地元の新潟ご当地アイス桃太郎っていうのがあるんですね。ちょっと食べてみようかな。これお酒も販売されていて、これもお宿オリジナルの日本酒ですかね。いやー美味しそうだな。こんな感じでお米も販売されてます。ローカル地元の漬物類とかもこんな感じで冷蔵庫置かれてますし、これお部屋にも置かれている
ズワイガニせんべい、エビせんべいも売店にあります。そしてフロントの奥抜けていったところ、ここがお食事どころですね。夕食をここでいただくんですけど、こんな感じでレストランの中に生けすがたくさんあるんですよね。いやすごいね。こっちの右手には中にアワビがいますっていう風に書かれてますね。おお、本当にたくさんゴロゴロといるわ。ランチの時間帯はここでランチ営業がなされてるっていうことですよね。カウンター席、うわすごいね。カウンター席の奥にもこんな感じで生けすがあるし、中央にはテーブル席。わあ、レストランこうやって生けすに囲まれてる感じなんですね。こっちには畳の風情ある席もあるし、うわー、普通に大きな魚がこんな感じでたくさん泳いでる。こんな大きな生けすのあるレストラン今まで来たことないっすよ。とんでもないな。はい、そしてお部屋に入ってきて、今回は和室のお部屋にしました。こっち左手に入っていたところ、こんな感じで広々和室のスペースが広がってます。今回は一人で来たので十分な広さですね。これぐらいあれば。そしてここは素晴らしいのはオーシャンビューになっていて、この先にこんな感じで目の前素晴らしい海の景色が広がってます。しかもこの辺り寺泊は夕日スポットとしても有名みたいで、ちょうど今チェックインしたもうすぐ5時になるかなっていうぐらいの時間帯で、綺麗なサンセットの景色が目の前広がってます。今それなりに高さがあって光をしっかり放ってるんで、この海に反射するオレンジの光がとっても綺麗ですね。久しぶりに来た新潟に迎えられている感じがしますね。いや到着した瞬間夕日に見とれちゃいますね。でこっち側には冷蔵庫があって、机の上には無料のお水とかズワイガニせんべい、ちょっとしたお菓子のサービスですかね、ポットやお茶も置かれていて、でこっち側にはクローゼットですね。クローゼットの中には、温泉もあるんで、この辺ちっちゃな袋であったり、タオル、ミニタオル、歯ブラシ、あと浴衣も右手ありますね。でもう一回玄関のところ、ここに洗面台があって、ハンドソープかな。で鏡、ドライヤーも左手、そしてトイレですね。ここはで温泉あるから入ることはないと思いますけど、一応お部屋の中にもこんな感じで大きなバスタブがありますね。アメニティも。いやー、綺麗なサンセット見ることできましたね。完全に日が沈んでオレンジの光がまだ綺麗に放たれてるんですけど、こっちの右手側に島が見えてるんですよね。これが佐渡島ですね。いつか行きたいなとずっと思ってはいるんですが、まだ人生で一度も訪れたことはありません。どっかのタイミングで必ず行きましょう。はい、今回ここの宿すごい楽しみで新潟旅にやってきたんですけど、ここはなんと2食付きでも1万円台から泊まることができるんですよね。お昼行った市場の近くだから絶対に美味しいお食事夜いただけると思うんですよね。でお食事の内容プランもいくつかあって、グレードが上がっていけばちょっとずつ価格も上がっていくみたいな感じです。で今回は結構いいプラン、カニやアワビやステーキ、ロブスターとかも確かいただけるプランで、楽天トラベルの0のつく日、5のつく日の割引を利用してギリギリ1万円台で予約できました。はい、じゃあ旅でちょっと疲れたんでお部屋でグダグダしたり、気が向いたら温泉に行ってリラックスしたいと思います。夕食まで。はい、で大浴場を許可をいただいて撮らせていただきました。こんな感じで大きな湯船、内風呂があって、窓の向こう側には綺麗に海の景色が見えてますね。はい、こっちの右手奥の方がお昼に行った市場の方面ですね。そしてこっちの右手にはこんな感じで水風呂があります。そしてぐるっと左手回ると水風呂があるということはこれです。はい、サウナもこんな感じで準備されてます。いやー嬉しいですね。これは旅の疲れが取れます、サウナがあると。でこの辺ぐるっと体を洗うスペースがあって、奥には
こんな感じで露天風呂もあります。大浴場は2つあって、もう一方の方はこの露天風呂がないんですけど、こっちの大浴場には露天があるので嬉しいですね。チェックインする日が女湯で、チェックアウト日が男湯になります。ここの大浴場、露天はゆっくり使って、ちょっと体が熱くなったら体を起こして、こっち側より綺麗に寺泊の街中、そして海の景色を望むことができます。いや綺麗だ、青空が。大浴場にはこんな感じで各種スキンケアやドライヤーもお部屋のやつよりも高性能なパナソニックのやつが置かれてますね。ちなみにこれ右手が玄関で、ここ正面にはカラオケもありますね。うまいもん食ってお風呂にも入ってカラオケでも盛り上がれると、これは素晴らしい。手紙を送らせていただくと、中に食前酒、こちら柚子のお酒がついておりますので、乾杯にお召し上がりいただきまして、それ以外のお飲み物、こちらのタッチパネルの方からお好きなものを選んでいただいております。で、こちらのアワビの方でちょっと手をつけさせていただいても大丈夫ですか？はい、お願いします。はい、じゃあこちらの方ね、アワビとロブスター、生きてますのでね、くっついてますけども、はい。お料理はこの後順番にまたご用意させていただきますが、釜飯の方もね、お時間がちょっと30分ぐらい炊き上がりにかかりますので、そちらの方お願いいたします。はい、ということでこれですね、お献立、とんでもない海鮮の贅沢なラインナップが並んでます。で、いきなりさっきスタッフさんも説明してくれましたけど、目の前に豪勢なものたちが並んでますね。ここにはお造り、そしてカニですね。いやー、生きアワビも焼かれていてめっちゃお楽しみ。で、ドリンクメニューは飲み物でビール、日本酒、ウイスキー、焼酎いろいろありますけど、まずビールはこんな感じでコシヒカリ越後ビールとかあるんですね。はい、次のページにも、アサヒとか札幌とかいろいろ並んでて、で、日本酒ですね。やっぱり新潟県は日本酒王国ですからね。はい、たくさんの種類並んでて、この飲み比べセットとかありますね。1つ目、飲み比べセット A3 つあって、こっちは飲み比べセット B、はい、それぞれ違う品が並んでますね。で、次のページは八海山とかもありますし、これ最後のページか、はい、多種多様な日本酒が準備されてます。はい、あとは果実酒であったり、これがウイスキー、そして焼酎ですね。はい、こんな感じで各種揃ってますね。ソフトドリンク。はい、じゃあまずは食前酒で乾杯です。いやー、さっぱりとしてますけど、柚子の濃厚な風味もちゃんと広がってうまい。前菜、まずはこのお豆腐ですね。茶色の色合いです。ごま豆腐ですかね。ちょっとミンチのような風味もしますね。で、きのこ、コリコリ食感に出汁が効いててうまい。いや、この辺の前菜もクオリティ高いっすね。これなんかの漬物にチーズがまぶされてますね。さあ、ではお作りを早速いっちゃいましょうか。いや、5品ついててどれも本当に美味しそうなものばかり。まずはマダイです。しっかり甘みがあってうまい。いや、マダイ身もしっかり大きいですね。そしてこれが本マグロです。いや、さっき市場で食べたんですけどね、ここで食べることができましたね、本マグロ。いや、市場の本マグロと同じようにとろけていく。口に入れた瞬間最高。そしてここにあるこれはタラバガニですね。うわ、すごいな、これめっちゃ身がでかいぞ。いや、何これ、カニじゃなくてもう本当にサーロインというかね、もうトロットロのお肉食べてるみたいな食感でめちゃくちゃ甘いですね、カニ。こりゃたまらん。で、こんな感じで日本酒飲み比べ A セット注文したんで、日本酒もいただきます。まずは福泉正宗吟醸。
きめが細かく口当たりが柔らかい、すごいすっきりとしてますね。やや辛口ではありますけどいいねこれは。やばい、うますぎてもこれ一気に飲んじゃう。新潟の日本酒は危険だ。そしてウニもいっちゃいます。いや、ウニうんま、臭みが全然なくて甘い。さすが、もうお作り全部うまい。カニもいただきますよ。レモンにつけて、これはいや、シーズンじゃないのにめっちゃうまいなカニ。いや、想像を超えてきましたね、カニのうまさも。やっぱね、この店内に生けすがあるからそこで取れたてだからもう鮮度がすごいわ。さあもう一杯いきますよ。これはエチの鶴って読むのかな。これもうまいな。ほんのり辛口だけどフルーティーな風味も漂ってきて、さっきよりもちょっと濃厚な風味ですね。いいですね。日本酒の飲み比べ、その土地土地のオリジナルのものがね、日本酒というのはそれぞれの旅先でいただけるのでいいですね。中でもとりわけ新潟はうまい。そうこうしている間にアワビが出来上がったようです。これ熱いな。オープンします。うわー、すっごい、めちゃくちゃうまそう。焼き上がってますね。こっち側がアワビでロブスターです。たまんないな。ちょっとバターを添えますね。ちょっと贅沢すぎんか。この大ぶりのロブスター、バターもまぶしてめっちゃうまそう。うおー、すごい。いただきます。いや、うまい。プリップリの焼きたて、湯気がこんな感じでまだ立ってますからね、最高。うまっ。これやばくないですか。なんかもう全部他の旅館だったらメインで出てきそうなこのお作りもね、ウニとタラバガニもカニもそうですしね、このロブスターにアワビに、普通だったらどれが一品しか食べれないようなもう贅沢品ですよ。すごいなこれ。そして日本酒もう一個、石膏梅。これが3つの中で一番こう甘口な感じですね。すっきりとした口当たり、それでありながらもコクも感じられる。はい、まあでもバランスいい、飲みやすい日本酒ですね。日本酒も全部うまい。そしてアワビです。いやー、この生きアワビ食べるの久しぶりですね。絶対うまいよ、アワビステーキ。これも焼きたて、湯気立ってます。うまいに決まってる。優勝アワビ最高。鮮度抜群、コリッコリで噛むごとにアワビのジューシーな旨みが広がってきます。いや、ほんのり磯の香りとこのバターの濃厚な香りが合いますね、アワビに。いや、もうこれはいつにも増して日本酒が進みますね。この福泉正宗が気に入りましたね。あっという間になくなりました。海鮮に日本酒、最高すぎる。はい、そしてとんでもないものがまだまだ出てきますよ。まずこれがカニまんじゅうの揚げ出し、そしてこっちが近畿塩焼きですね。でこれが国産牛のステーキです。お肉もいただきます。二物カニまんじゅうの揚げ出し。中はもちもち食感、その食感とともにカニの風味広がりますね。お肉のミンチのようなジューシーな風味もありますし、表面は揚げ出しで香ばしく、そして生姜と大根おろしで最後はさっぱりとした口当たり、間違いないうまさ。ここにもカニが入ってる贅沢。さあ、そして焼き魚近畿塩焼き、これちょっとかぶりついちゃいますね。そのまま身がぎっしり。淡白でジューシーな味わいがいいですね、近畿。もう本当にどれもね、シンプルに茹でたもの、そして焼いたもの、もう素材が本当に素晴らしいんで、素材のうまみをもう存分に味わえるお料理ばかりですね。そしてステーキ、いやー、国産牛柔らかくてうまいっすね。赤身と脂身のバランスがすごくいい。
このさっぱりとした大根おろし使ってるのかな、ソースもいい感じ。こんなに豪勢なお食事がたくさん出てくるんで、このステーキだけでお腹膨らましたらちょっとねもったいないんで、これぐらいの分量がちょうどいいですよね。海産物が豪華すぎて、本来はメインであるはずのこのステーキがちょっと箸休めみたいになってますからね。ちょっとバグってます、脳内が。新潟の海鮮すごすぎて。さあ、そしてお食事、カニ釜飯が炊き上がりました。こんな感じで、うわめっちゃうまそう。中にカニの身もぎっしり詰まってますね。めちゃくちゃいい香りが漂ってくる。そしてロブスターはロブスター味噌汁じゃねえや、味噌汁にロブスターが入っています。とんでもないなこりゃ。いや最後の最後まで飽きさせることがないというか、お食事の楽しい気持ちをかきたててくれますね。カニ釜飯なんて今まで食べたことあったかな。うまっ。いやー、こんな贅沢な炊き込みご飯、今まででトップクラスじゃないか。お米もね、ほんのりと出汁が染み込んでる感じがいい。強調しすぎない感じがね。その中にカニの風味がふわっと広がっていきますね。でこれ下の部分がちょっとおこげになって香ばしいのもいいし、中にはちゃんとねこの切り身が入ってるから、これも贅沢。いやカニの次はロブスターの味噌汁。うまい。これももう本当にシンプルにもロブスターの出汁が出まくってる。具材が中に特に入ってるわけでなく、ロブスター本来の旨味が凝縮された味をこの日本の誇り味噌汁とともに味わうことができるっていうね、たまらん。なんだこりゃ。ホームページで見た瞬間ね、これはとんでもなく良さそうなお宿だなと思って予約して、でもねホームページとか結構写真とかも含めてね持って実際に行ったら、なんか写真と違うなとか、そんな期待するほどじゃなかったなみたいなことはあるあるだと思うんですけどね、ここはそんなことないですね。全部めっちゃうまい。いやこれがね楽天の割引を利用したとはいえ1万円台で堪能できてるなんて信じられない。大都会や東京じゃ絶対に再現できないですね。これはおすすめです。最後デザートは抹茶プリンが出てきました。はい、美味しいご飯食べて、大浴場でお風呂にも浸かって、サウナもあって整いました。ってことで売店で買ったこの桃太郎いただきます。これ新潟で有名みたいですけど、新潟県民は知らない人がいないんですかね。九州でいうブラックモンブランみたいな感じか。うまい。桃太郎ですけど、桃の味がするっていうわけじゃなくて、濃厚なかき氷みたいな感じですね。かき氷アイスですね。いや、甘い香りがしっかりシャキシャキ食感で広がっていて、これは風呂上がりに最高だ。うまい。これは幸せな気分で今日はゆっくり眠れそうですね。はい、お宿チェックアウトしました。今真ん中に見えている大きな建物が泊まっていた海風亭ですね。で、今いるのがここ潮見台っていう夕日スポットですね。こんな感じでちょっと高台になるんで、ここからも綺麗な夕日を望むことができるみたいです。ぐるっと右手の方まで綺麗に海が見えていて、こっち側には昨日見せた佐渡島も見えますね、奥の方に。で、ここ真ん中には佐渡汽船乗り場っていう風にあそこの建物に書いてるんですけど、ここから船に乗って佐渡島に行くことができるのかな。でもなんか建物見る限りかなり古めかしい感じですけど、これ船も止まってないし、今動いてるのかな、ちょっとわかんないです。大きな駐車場はあるけど。はい、ロングドライブで到着です。八海山ロープウェイ。この八海山っていう名前は僕は最初日本酒お酒で知ったんですけど、新潟県を代表する山の一つですね。こっち側右手に登っていきます。はい、チケット購入しました。往復で2800円ですね。
それなりにいい値段はしますけど、素晴らしい。今は紅葉まだ満開ではないけど、いい感じの景色望めそうです。はい、降りてきました。こっちの左手がロープウェイで、目の前にちょっとした休憩スポットがありますけど、これめちゃくちゃ絵になりますね。ここに腰掛けてゆっくりとお話を楽しんだり、ゆっくり読書をしたりするのも素敵そうですよね。とんでもない景色が目の前に広がっています。ここでゆっくりくつろぎたいとこなんですけど、こっち側反対側に展望台があるみたいなんで、まずはそっちに先に行きましょうか。山頂まではこんな感じで階段が続いてますけどね、何分ぐらいでこれは行けるんだろうか。いやでもやっぱりこれ標高が高いところに行くにつれて葉っぱが色づいてて綺麗ですね。あ、ちょっと歩いたらもう右手に見えてきましたね。あれが展望台だ。上まで登ってくるとこんな感じで四方八方、この辺りの雄大な山々を見渡すことができます。今目の前に見えているこっちが日本海側の方面で、手前側に高くそびえ立つ山が弥彦山ですね。で、天気がいい日であればさらに奥の方の海佐渡島も見ることができそうです。そしてこれが反対側南側の景色で、日本百名山の一つである巻機山が見えています。他にもたくさんの山があって、どれも標高 1000m を超えてます。で、こっちが南西の方面で、こっち側にも日本百名山の一つである新潟県上越エリアにある妙高山や苗場山、両方とも標高 2000m 超えの山が見えてます。この辺り上信越エリアは魅力的な山々が本当にたくさんあるってことが、この景色を見ると分かりますね。はい、到着しました。ここが魚沼の里という、さっきの八海山ロープウェイから10分ちょっとで訪れられる観光スポットです。この自然豊かな里山の風景の中で、食や文化、酒造りの体験ができる場所になってます。ちょっとここでまずランチをいただきます。いやー、この目の前に広がる風景めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。自然豊かな場所にあって、でこの辺りには真ん中目の前カフェがあって、右手奥にはお肉のレストランですね。そしてこっちの左手には八海山みんなの社員食堂というところがあるんですよね。ここね、八海酒造が運営している複合施設なんで、その社員さんたち用の食堂になってるんですけど、この食堂も美味しいらしくね、ランチは一般の人でも食べられるようです。ここのお肉のレストラン内山というところに行ってみたいと思います。中入ってきて、メニュー表はこんな感じで、これはハンバーグで新潟和牛と魚沼産の雪光ポーク、それをなんかミックスして作ったハンバーグっていう風に書いてますね。地元の素材にこだわってる感があります。あとはこんな炙りしゃぶとかステーキとか、こっちにもステーキですかね。そしてこれが限定20食の本気丼っていう風に書いてますね。これも新潟和牛火で炙ったやつとローストビーフを南魚沼産コシヒカリの上に乗せてくれてると。うまそうだなこれ。はい、やってきました。内山の肉まぶし、うまそう。炙られた新潟和牛が下にあって、上にローストビーフで、上に添えられてるのはこれ舞茸ですかね。後で出汁を入れてお茶漬け風にしていただくみたいですけど、まずは普通にいただきます。これ手前側には薬味もありますね。これですね、お出汁がやってきました。このお出汁を途中でかけて、好みに応じて薬味もかけて食べるって感じですね。はい、ではいただきます。まずは普通にこの炙られたお肉をちょっとわさびを添えて、ネギも添えて、醤油につけていただきます。うまい。薄切りなのにお肉のジューシーな風味がちゃんと広がる。これはお
米と合うぞ。いやつやつやっすね。最上級の南魚沼産コシヒカリをこんな贅沢に食べられるとは。美味しいお肉と一緒にうまい。品質が高い。ローストビーフも、いやローストビーフはこっちはこっちで赤身の風味をよりしっかり感じられますね。舞茸もでっかくてめっちゃうまそう。いやこのコリコリシャキシャキの食感がたまんないですね。山の幸も間違いなくうまいわ。いやこれめっちゃうまいわ。お肉もっと欲しい。いやこれもうそのまま食べてもめっちゃうまいんで、ちょっともったいないとしか思っちゃうんですけど、でもこのだし茶漬けもおそらく美味しいんで、これはこれで楽しんでみましょう。もうこれはかつおだしっぽい風味が漂っていますね。そして薬味、ちりめんに海苔、これなんかあれですね、燕三条のラーメンとかによく乗るやつですね。この海苔、これなんだろう、香草ですかね。これはこれで絶対うまいよね。このさっぱりだしがいいっすね。もう締めのご飯って感じ。ジューシーなお肉をいただいた後にね、さっぱりと最後食べられる。でこの岩のりがね、すごいいいアクセントになってますね。この辺り里山大自然の風景に合った落ち着く味わいって感じですね。いやー美味しかったですね。昨日おとついは海産物をたくさん楽しんで、今日は美味しいお肉も食べて、そしてまだ食べてなかった魚沼産の新潟のコシヒカリを食べられて満足です。そしてまた外に出てきたら、いやーやっぱここの風景素晴らしいな。これ目の前には庭園ガーデンがありますね。お花も咲いてますし、でこの右奥の方にさらにお花が咲き誇っているのが見えてますね。いやーこの辺は本当に緑に囲まれた素晴らしい景色、四季折々の風景が楽しめそうですね。この里山ののどかな景観を楽しみながら、ゆったりと散歩を楽しんだり、美味しい空気を吸いながらぼーっと過ごす一日もあっていいんじゃないでしょうかね。こっち側のどかな光景が広がってます。田園風景と奥の方に雄大な山々。このお花畑を抜けていった先にもなんか施設があるみたいなんで行ってみます。いやー心落ち着く風景ですね。この辺ベンチも置かれてるんで、素敵な写真もお花に囲まれて撮ることができそうですね。歩いてきたらこんなでっかい建物がありました。これが八海山の酒造になるのかな。ここにマップが分かりやすくありますね。さっき言ったここのお肉屋さんがあって、あとはみんなの食堂とかビールをいただける場所もあるんですね。あとはカフェで歩いてきて、ここに今いるんですけど、大きな建物がこれですね。でこっちの方にもいくつか握り飯をいただけるとことか蕎麦屋さんとかもありますし、これが雪室ですね。雪を使ってお酒を貯蔵してるんですかね。そういう倉庫もあるってことで、そっちの方にも行ってみます。建物がすごい味のある外観をしてますよね。これがお土産屋さんっぽいです。中に入ってくると、八海酒造のたくさんのお酒や魚沼産コシヒカリのお米、魅力的な商品が置かれていましたね。で今日お宿で温泉浸かりながら飲むものを探していたら、この麹だけで作った甘酒ってやつが気になったんで、これを買ってみました。お土産屋さんの横にもこんな感じでいくつか建物並んでいて、ここもいい雰囲気ですね。正面見えてるのがおにぎり屋さんで、左手が蕎麦屋さんですね。地元の食材にこだわった美味しいレストランもたくさんあります。でこの建物はお菓子屋さんですね。和菓子洋菓子両方取り扱っていて、酒粕を使ったこだわりのお菓子とかもね、ここでしか買えないもの買うことができます。ベンチがあるので、お土産だけじゃなくてここで食べることもできますね。ここのお店も美味しそうなものがたくさん。麹入りのバームクーヘンや大吟醸どら焼きとか、他では味わえそうにないものが魅力的ですね。正直全部食べたいっていうふうに思ったんですけど、一人旅だとそれができないのが悔しい。また来いっていうことですね。せっかくなんで甘酒レモネード買ってみました。でこれ下にはどら焼きも買ったやつ入ってるんで、どっかでピクニック気分味わいながら食べようかな。
いやー、この雰囲気最高っすね。日常でこんな緑に囲まれたところでゆっくりする機会なんてないっすからね。甘酒レモネード飲んだことないっすね、そんな。いやー、うまい。濃厚な甘酒の甘い風味はもちろんあるんですけど、そこにレモンがちょっと酸味を足してくれてるんでね、甘酒ってちょっとこう甘すぎるって感じることもあるんで、酸味が出るとちょっとすっきりしていいっすね、これは。いやー、秋の今10月31日ハロウィンの日なんですけどね、この辺の時期から新潟はやっぱ雪国なんで、なかなか快晴っていうか晴れることが少ないとは思うんですけど、今日はいい感じで太陽の日差しが降り注いでいてめっちゃいい天気です。そしてこれもいただきます。大吟醸どら焼き。これもここでしか食べられないどら焼きですね。酒粕を使ってるっていう風に書いてましたかね。秋限定だとあんだけじゃなくてバターも入ってるみたいです。これめっちゃうまいな。生地がしっかりふわふわだし、中にあんぎっしり、そしてバターの濃厚さも加わって、さらに酒粕の風味が確かにしますね。お酒の風味でちょっと上品な和菓子のように仕立て上げられてるんで、これはうまいですね。絶品。いや、買ってよかった。ほんと生地がふわふわですね。めちゃくちゃいいわ。これは両方とも新潟らしいドリンクとスイーツも堪能できて、そして最高に美味しい空気、食べ物も美味しいし、吸う空気も美味しいし、これは元気になりますよ。ちなみにこれさっきの売店お土産売り場のところで甘酒3本買ったんで、これは今日お宿に着いてから飲もうと思います。いやー、ここずっといられるわ。本当にそれぐらい心落ち着く空間ですね。で、今日これから清津峡渓谷トンネル、めっちゃ有名な観光スポットですよね。そこに行こうと思ってたんですけど、ロープウェイもここもゆっくりまったり観光してたら、もうお宿にチェックインできる時間になっちゃったんですよね。今日ね、ちょっと高めのいい感じの温泉宿に泊まるんで、早めにチェックインしないともったいないんでね。なんで明日の午前中に清津峡渓谷に行こうと思います。天気もね、ギリギリ明日の午前中は晴れマークがあるんで、なんとか持ってくれればいいんですけど。はい、ということで今日はこの後温泉宿でゆっくりします。これから宿までドライブなんで、コーヒーを飲もうかな。ここのさっき見たカフェで。さっきどら焼き食ったからスイーツは厳しいけど、コーヒーだけなら飲めるでしょう。ここのカフェもこだわりが素晴らしかったです。メニューが目の前にたくさんお飲み物並んでるんですけど、コーヒーはこんな感じでたくさんの種類の豆があって、好きな味わいを選んで飲むことができるんですよね。あとは置かれているパンやスイーツ、シフォンケーキなども、もう見ただけでこれこだわりがあるものだっていうのが分かりますよね。全部美味しそう。さっきどら焼き食べちゃったからもう入りきらない。これもまた来いっていうことですね。コーヒーを注文したら、これカップも遊び心があっていいですね。これを飲みながらドライブ、お宿に向かいます。で、この日泊まったのは越後湯沢駅の近くにある完全プライベートの温泉宿、四季フォーシーズンズ湯沢クワトロというところでした。客室の中に露天風呂がついていて、お部屋食で南魚沼産コシヒカリを中心とした新潟らしい美味しいお食事もいただけて、ゆっくりとくつろぐことができました。ぜひその動画は別動画で上げているので見てみてください。あとは新潟の中でも有名な温泉宿である里山十条も別日に訪れました。ここもこだわり満載で他にない体験を味わえる素敵なお宿だったんで、この動画も今後出す予定なのでお楽しみに。そして翌朝は新潟県を代表する観光スポットの一つ、清津峡渓谷に越後湯沢から向かってます。ただこの清津峡に行くには事前準備が必須だったんですけど、そんなことも知らず、この後痛い目を見ることになります。はい、清津峡渓谷到着です。左手駐車場いっぱいで、本当にたくさんの観光客の人たちがいるんですけど、他の観光地とはちょっと比べ物にならないぐらいここはやっぱり人気なんですね。で、右手にこんな綺麗な渓谷の景色、川の水もとっても綺麗ですね。で、今はちょうど秋の時期なんで紅葉も色づいてきていて、素晴らしい景色広がってるんですが、なんとね、ここの清津峡繁忙期はチケットを事前購入しないとトンネルに入ることができないんですね。そんなことも知らずにやってきてしまったんで、今回ね、今繁忙期の秋の時期なんでチケットもちろんのこと完売で、今日はトンネル入れません。
何やってんだよ。そんなとんでもない人気を誇る観光地ってこと知らなかったですね、九州の人間としては。で今こっち側から歩いてきてお土産屋さんとかもあるし、ここには旅館もあるんですね。いやー、泊まってみたいですね。これは今回トンネル入ることできないんで、まあね、僕はただの趣味で YouTube やってるわけじゃなくて、プロとして YouTube やってるんでね、チケット買い忘れたぐらいじゃ諦めませんよ。また別の機会に皆さんに絶対景色お届けするんでね。来月東京に行く予定があるんで、その時にここの新潟にまたやってこようと思います。秋の紅葉のトンネルはちょっと届けられないんですけど、冬の景色を皆さんにお届けしますね。この後トンネルに入れないとはいえ、遊歩道がこんな感じで続いてるんで、この素晴らしい渓谷の景色目の前に広がってるの分かりますよね。全然この景色を見れるんだったら来た甲斐があったなって思いますね。入場規制が行われるぐらい日本屈指の観光スポットなんですね、ここは。それもそのはず、ここ清津峡は日本三大峡谷の一つとされています。ここ以外だと富山の黒部峡谷、三重県の大杉谷があります。約1600万年前に地殻変動によってできた大きな V 字型の渓谷がすごいですね。いやー、この清津峡渓谷は確かにスケールがめちゃくちゃでかいっすね。これ目の前で見るとすごい迫力です。この荒々しいゴツゴツとした岩肌に木々が生い茂っている光景、四季折々の素晴らしい景色を望めそうです。で奥に進んでいくとこれですね、清津峡渓谷トンネル。これが清津峡を安全かつ気軽に鑑賞できるように1996年に開通しました。全長750メートルのトンネル内を奥の方までこれ歩いて渓谷を楽しむことができるようになっているっていうことですね。ここからチケットが必要ということです。さあ、そして12月真冬の時期にやってきましたよ。これもまた素晴らしい景色が目の前に広がってます。さっきまで紅葉の時期の映像が出てたと思いますけどね、チケット必要で入れずがっかりしましたけど、二重で景色を楽しめてるんでよしとしましょう。すごい、こんな雪景色の渓谷人生で初めて見たかもしれない。九州だったらここまでしっかり雪降ること絶対にないんでね。いやー、幻想的な光景が目の前に広がってます。雪の時期だったら全然駐車場も混んでないし、ちょっと車は止まっていましたけどね、別に渋滞することもなくスイッと中まで来ることができました。雪道も比較的除雪ちゃんとされてますし、トンネルまですぐなんでね、そこまで歩く必要もないと思います。外の雪道を。さあ、そしてトンネルの中すごいよね。この新潟道にこうやってお湯が出てますから、はい、入りました。営業時間9時から6時、チケット必要とか書いてないですね。やっと入れる。見晴らし所が123パノラマステーションっていうところあるんですね。4カ所。はい、でチケットは大人1人1000円ですね。お支払い方法をクレカもいける。うわ、すごい、本当に本格的なトンネルだ。途中にこんな渓谷の模型がありますね。真ん中にこの切り抜かれているところが渓谷で、この奥の方にトンネルがずらっと続いている、こんな形をしてるんですね、清津峡トンネルは。で一番この先端のところまで歩いています。はい、1つ目の展望スポットに到着しました。今これ白飛びしてるんで景色が見えてないですけども、ちょっと暗くしてみるとこんな感じで、ここがガイドブックとかに載る場所ではないですね。とりあえず渓谷がちょっと見えてますけど、奥まで行ってみます。到着しました。おー、下を見ると川が綺麗に流れてます。で右手、岩肌むき出しのこの景色すごいっすね。ギザギザでよく見るとちょっとこう岩が斜めの方向を向いてますよね。地殻変動とか大地の活動でこんな斜めの形になってるんでしょうね。台湾の東側行った時はこの斜めになってるのがちょうどプレートが重ねてる位置みたいなこと言ってましたけどね、この辺りはどうなんでしょう。いやー、でも水の色もちょっとこうラムネのような色合いをしててとっても綺麗ですね。やっぱり渓谷の川は。うわ、上を見上げるとすごいっすね。こんなところにも雄大にこう斜めに木が生い茂ってますからね。いや、もう今にもこれ折れて落ちてくるんじゃないかっていう感じがするんですけどね。何年もずっとここでたくましく生きてるんでしょう。すごい景色だ。
そして2つ目の展望スポットやってきました。すごいですね、このデザイン性。この画角の中に収まるとなんかミュージアムでもやってきたのかみたいな感じがありますけどね。目がぐるぐる回っちゃいそうです。目の前になんか宇宙船みたいなのは星空観察できそうなのがありますけどね。これは何だと思います？何かというと、はい、トイレですね。観光スポットなんで必要な施設ですね。で、景色はどんな感じかというと、うわー、これもまたいいですね。さっき右手に見えていたここのくぼんだ部分を真正面に見ることができますね。より自然の荒々しさを感じることができる景色です。これ多分、上から雪崩が落ちてきました。そして、タイミングによってはここの大きなくぼんだところから雪の雪崩を見ることができるかもしれませんね。いや、一回見てみたいですね、その大迫力な雪崩を。で、さっきと同じように川も綺麗に下に見えてます。よりこの岩の斜めになっている部分がこれはっきり分かりやすく見えてますね。ちょっとトイレ行ってくるわ。よいしょ。よいしょ。すげえ、なんかトイレも宇宙船みたいな感じで、なんかめちゃくちゃトイレこだわってますね。こう贅沢で。あら、何これ。待って、トイレの中からもこれ雪景色見れるようになってる。覗きがいますね、あそこに。うわ、これはなかなかトイレするの度胸がいりますよ。いくら景色眺められるとはいえね。覗かれるリスクを承知でもこの絶景を眺めながらトイレすることができるっていうね、スリリングも味わえます。安心してください。マジックミラーになってるので外からは見えません。思う存分トイレで満喫してください、この景色を。そして次、第3展望スポットで、ここもすごいアーティスティックなトンネルになってますね。これ張り巡らされているのは鏡ですね。間接照明で照らされていって、鏡で見合いっこして写真を撮ることもできそうですね。そして景色はどうでしょう。このどんな景色が見えるのかっていう高揚感がいいですね。さっき見えていたくぼんだ部分は見えないですけど、この斜めの景色、そして下の川がさっきよりなんか流れがちょっと強くなっている感じでね、このシュワシュワっとした景色をより楽しむことができますね。そして最後のパノラマスポットに向かいます。さあ、そしてやってきました。ここがパノラマのガイドブックで出てくる有名な景色ですね。いやー、本当にこれ雪景色で見られてめちゃくちゃいい景色があっちの奥の方に広がってますね。ちょっと後で写真撮って楽しもうと思いますけど、一回どんな感じか皆さんにちょっと見せましょうかね。こっちの左手から上に上がることができるんですよね、まず。で、一番端っこがちょっと浅くなってます。真ん中に行くと深いんで、でも今日はスノーブーツで来てるんで全然大丈夫です。これちょっと底が浅い靴だと濡れちゃうリスクがちょっとだけあるんで、ギリギリ気をつけて歩けば濡れないぐらいだと思うんですけどね。いやー、綺麗ですね。やっぱこれが波打ってないから、風があんま吹いてないんでね、しっかり反射して本当に美しい光景広がってます。で、一番先はこれ透明の板が張られていて、こんな感じで目の前、左手のトンネルを歩いてここまでやってきたんで、真正面に渓谷を見ることができるということですね。なんと美しい光景でしょうか。これを見るためにやってきたと言っても過言ではないんで、この冬の時期はね、本当全く混んでないんで、さっきお届けした秋の時期だったらもうめちゃくちゃ長蛇の列で並んで人混みの中で人と一緒に写真撮るとかしかできないかもしれないんで、この冬の時期に清津峡トンネル来るのって結構おすすめかもしれません。人混み避けてこんな綺麗な雪景色見ることができて、綺麗に写真もおそらくこの後撮ることができるんでね、全然混んでないから、いや素晴らしい。来てよかった。もう一回これは冬に秋入ることができなくて結果オーライですね。はい、到着です。星峠の棚田、こっち側に一つ目の展望スポットがあって、これですね。すごいな。これ奥の方まで
山がずらーっと連なっている、ちょっと高台になってるんで広大な景色を望むことができますね、これは。で左下には棚田がこんな感じで、いやー規模が本当に大きいですね。全国に棚田はたくさんありますけど、ここの眺望は本当にこの奥まで見える雄大な山々がすごいですね。スケールの大きさが本当に魅力的です。でちょっと高台なんで朝の時間帯とかだったら雲海、もやがかかった景色が幻想的で綺麗っていう風に言ってましたね。なんでこの辺りのお宿に泊まる場合は早朝ここにやってきて景色を望むっていうのが良さそうです。今ここから景色見ていて、こっちの左手上のところにも展望台があるんで、そっちにも行ってみましょうか。これは熊出没注意っていう風に書いてますね。九州にはくまモンしかいないんですけど、当然ここは本土なんで、こんな大自然あふれるとこだったらクマが出ることもあります。これから冬なんでね、冬眠するとは思うんですけど、あったかい時期は注意ということですね。これだ。朝だったらこんな雲海、時間帯や季節によってはこんな幻想的な景色が見られるんですね。これ見る限りだとこの夕日か朝日かどっちか分かんないけどね、そのオレンジの光も本当に綺麗に見えるんですね。奥の方まで抜けた景色があるから。しかもすごいのはこっちの方は行き止まりになってるんですけど、星峠宿って書いてますね。ここに QR コードあるんで読み込んだら宿泊情報が出てくるんですけどね、1泊1組限定で44,000円みたいなことを書いてました。ここに泊まったらいろんな時間帯で棚田の景色を望むことができるっていうことですよね。山に囲まれてマイナスイオンの空気たっぷり吸いながらゆっくりリラックスできそうですね。で棚田の奥の方に見えている大きな高くそびえ立つ山なんですけど、これ越後三山ですね。八海山、中野岳、越後駒ヶ岳、全てをここから望むことができるというね。いやこれはもう新潟の魅力が詰まった絶景と言っていいんじゃないですかね。お米、棚田も見えるし、越後三山の雄大な山々も全部見ることができる。こんな感じで可愛らしくカフェがあったので、コーヒーを飲みながら次のスポットにドライブで向かいます。はい、そしてまだ食べてない新潟グルメ、これですね。小千谷そばの角屋と読むのかな、やってきました。小千谷名物へぎそばの名店ですね。はい、でメニューはこんな感じで、名物へぎそばって書いてて、店員さんにおすすめ聞いたらこの天ざるそば人気ですっていうことなんで頼みました。あと左下の手作りそばブリュレっていうやつも気になるんで、1日限定20個幸運にもあったのでいただきます。あとは裏面にもこれ天丼とかカツ丼もありますね。下には日本酒、お土産もあります。左手に来ました、へぎそば。このへぎそばのへぎっていうのは木の板に一口ずつ小分けにして並べて盛り付けられることからへぎそばっていう風に言われてるみたいですね。これ見る限りだと5つの塊でそばが固められていますね。すごい食べやすいんですよね、こうやってまとめられると。あとはセットで天ぷらもたっぷり出てきました。いやー、これがうまいんですよね。でこのへぎそばが普通のそばと違うところが、海藻の一種のふのりっていうのがつなぎとして使われているから、そばに独特のコシと弾力があってね、つるっとした喉越しになってるんですよね。確かにこれ食感が普通のそばよりもね、すごい弾力がある感じがね、歯ごたえがあって、食べ応えがありますね。でもザラザラした感じじゃなくて、しっかりつるっと喉越しがいいっていうね。いやー絶品ですね。やっぱこのへぎそばめちゃくちゃ久しぶりに食べたけど、本当に歯ごたえがありますね。なんか博多豚骨ラーメンだったらもう片面かバリ方ぐらいな感じですね。海鮮も美味しいですけど、間違いなくこのへぎそばも新潟に来たら食べたいグルメですね。いやーでもこのそばにも絶対に日本酒が合うだろうな。今はレンタカーでドライブ中なんで飲めないですけどね、夜とかお宿だったら絶対飲むわこれ。もう新潟で飲んだ日本酒全部うまかったから。日本酒は飲めませんが、そば湯を最後つゆに入れていただきます。
このまろやかで優しい味わいが最高ですね。長く愛される世界に誇れる日本料理ですね、そばは。そしてデザート、手作りそばブリュレ、これも美味しそう。表面がこれサクサクですね、ブリュレなんで。うまっ。一般的なクリームブリュレに比べてそば茶を利用してるってことなんで、すごい上品で渋みのある感じも確かに出てますね。大人のブリュレっていう感じで、上のこのカラメルの部分も若干苦みがあるんでね、ただ甘いだけじゃなくて苦みとそば茶の上品な風味が広がる。いやー、ブリュレでそばの香りがちゃんと出てるのはすごいですね。これもここでしか食べられない味わいですね。